で食った。やっば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 。朝一まずサビキ釣りしますね。とにかくアジを釣りたい。アジは食べても美味しいんですけど餌になるんですよね。なので今日1日分の餌を確保したいと思います。わあ、なんかパシャパシャしてますね。朝からもうイカダの周りですごい魚の動きがあります。なんだろうあれ。なんか回遊魚だとは思うんだけど、何の魚かわかんない。おお、いる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 。おお、来た。おおおおお、餌来たか。おお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 、なるべく追いがけしたいのでちょっと待つ。よし、重い重いですぞあー、はいはい。ちょっと待って、今ね青物追ってきたよ。早速見えたかな。今早速青物がこのアジを追ってきてましたね。あー、ちょうどいいサイズだ。重重重重サビキでも十分楽しい。よし、2匹掛け。よいしょ。よし、じゃあ1匹使って泳がせ釣りしますかね。朝一なんでチャンスだからね。針は親針孫針の2本花掛けします。ほいっとりあえず上手を泳がしとくか。でドラグを緩めときます。よしと。頭かじられてんじゃん。待って、サビキで上がってきたアジ頭かじられてます。完全にイカのかじり方ですね。これはちょうどアオリのシーズンなんでちょっと見てみます。あれ、軽い。あ、何、なんか色合いカマスに変わってたあ、そうか、重りを切ったんだ。でかい、いいカマスじゃん。カマスいる。やったー、カマス釣れた。でも仕掛け切られてるけどかかってましたねはい、カマスです。カマス、歯がギザギザなの。ほら、餌にもなるけどそれでも美味しい魚だから食べよう。アジがカマスに入れ替わってましたこんなことあるんだね。何、ちょっと待って。なんかなんか違うの来てる。サバだ。やっぱりサバ。よいしょ。サバだから泳いだんだね。上層ピシャピシャしてたのこの子ですね、多分ね。はい、サバちゃんです。はい、スカリ。はい、スカリも新調しました。これいいの、素材がラバーなんで魚も傷つきにくいし頭突っ込んで死んだりしないです。まだ朝一のサビキの状態でアジ、サバ、そしてカマスとね、いろんな魚種が釣れてます。いや、正直ね、イカダでサバ釣るのって久しぶりなんですけれども、黒潮の大蛇行の影響がちょっと少なくなってきて、その影響じゃないかなと思います。なんかね、今年は結構釣れる魚の種類が変わってきてるような気がしますね、三重県は。切られてる。わー、カマスだ。多分ね、かかったんだけどこれ切られたんですね。じゃあちょっと変えよう。よいしょ。ヒラリン使ってみます。10g。これね、ひらひらって落ちるのがいいんですよね。それを底の方でファサファサします。
あ、来た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 そこからちょっと浮かしたところですね。ベタ底じゃなくって。おー、なに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 何が来た？おー、来た狙い通りカマスいましたねやった、めっちゃ嬉しい。カマス美味しいからね。あ、来た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 。もう入れ食い状態じゃないこれ。もしかしてこれは入れ食いに入ったのではめっちゃ簡単に釣れるんですけど嬉しい。おー、めっちゃ来てる。やった、これ楽しすぎる。カマスもかなり湧いてるみたいですね。まあシーズンなんでわかるんだけど、よく切られずにいたな。美味しそうだな。食った、うわー、食った待って、ちょっと食った、びっくりした。わー、なんかエギンクロットなんだって。これやっばなんか大きめの魚体見えたんですよ。それが上層で食いつきましたね。うわ、だいぶ出された。ちょっと耐えよう。ちょっと休憩モードでね、本当に足元で遊んでたら、急に来たからエギングロット折れないで。怖っ。やば。びっくりした。まあ、ちょっとカマス釣りもそろそろ釣れなくなってきたなと思って、それで上層ね引いてきたらなんか青物っぽい魚体が見えたんで、まあ、それの目の前ふわふわっとさせてみたらですね、一気に食いつきました。なんだろうこれ。お、何？来たんじゃないこれ。でっか、マジか。切れないでお願い、マジお願い。よっしゃ、来た。塩やった狙いの塩。でかすごい、こんなちっちゃなルアーに来ました。これはめっちゃ美味しい魚、食べ応えもあります。やったこれ狙ってたんですよ。すごいね。よっしゃやったパンパンじゃないか。やった塩です。ショコとも言いますね。カンパチの幼魚です。結構いいサイズだよ。幼魚といえどもこんなにいいサイズ。測ってみます。やった45センチあります。嬉しすぎる。はい、この頭の模様が特徴ですね。上から見ると8の字、それでカンパチと呼ばれます。8。よっしゃー。これ変な食われ方してる。後ろだけないの。こんな食われ方もあんまりしないんだけどな。なんだろう。まあ正直根魚を餌にしてなんか釣れるとあんまり思わない。まあ弱い魚でもあるし、だけどとりあえずね出しときます。まあ、なんか食うかもしれないし。おお、なんか来てる。切られた。切られちゃったかも。軽いもん。サメでしたほらサメ、ほらシュモクザメ、ハンマーヘッドシャーク。大潮だとね、ここの湾内結構ねサメ来るんですよ。あれ出てくると他の魚いなくなっちゃう。ほら上手状態、背びれだけ出して泳いでる。怖い。なんか来た。おっと
なんか重いかも。あれ、サビキですよ、サビキですよ。やばい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 、サビキですよ。やばいやばいやばい、サビキでこんなん来ちゃったら切れちゃうじゃん。やばいやばい。いる？いる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 。なに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 、切れないでね。なんかアジを狙ってたらなんか違うの来たな。なに？なんかでかいのいる。ちょっと待って、サビキにでかいの来ちゃった。ちょっと、ボラどうしてボラが来た。でっか。ちょっとしようかと思った。じゃあでかいな。よく取れたね。これ。なぜかサビキにボラが来た。めっちゃでかいんですけど、どうしよう。これはまあ今日はいっぱい食べる魚いるんでリリースするか。ごめんね、ありがとうね。ごめんね。バイバイ。いった。今回の戦利品は塩、カマス、サバです。秋になると三重県の湾内には青物が入ってきます。以前もこちらのカンパチの幼魚釣ったことあるんですが、めちゃくちゃ美味しかったので絶対また釣りたいと思っていました。サイズを問わず美味しい魚です。カマスは赤カマスとヤマトカマスがいるんですけれども、こちらヤマトカマスです。背びれと腹びれが同じ位置にあるのがヤマトカマス。あとね、身がちょっと柔らかいんですよね。サバ、上層で群れでたくさんいました。種類はマサバじゃなくってゴマサバです。てん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 ってゴマのような模様があるんですよね。マサバに比べると油がちょっと少ないので調理で油を足すといいと思います。ちなみにこのゴマサバはサバ節の原料になります。だしにしても美味しいんですね。ということで今回はこちらの魚を使って美味しい料理を作っていきます。まずは鱗を取ります。頭を落とします。骨のつなぎ目に切れ目を入れたら割ります。頭と内臓を取り出す。よいしょ。腹骨取ります。上下に切り分けます。皮を引きますね。よし。うわ、脂乗ってる。腹側の身と背側の身、どっちも美味しいと思うんで両方切ります。食べるの楽しみすぎる。テンション上がっちゃう。カマスも同じように鱗を取る。頭と内臓を取って3枚におろして、腹骨を取って骨を抜きます。はい、こんな感じでさばくことができました。3匹分バーナーで炙っていきます。うわー、油がじわっと浮いてきた。美味しそうです。よし、オッケー。すごいいい香り。見て、皮面。うわー、美味しそう。切っていきます。お皿につま乗せて、青じそ、塩、カマス、ネギとみょうができました。お刺身2種盛り完成です。こっちがカンパチの幼魚塩、そして炙りカマス。どちらも大好きなお刺身なので食べるのすごく楽しみです。お醤油の他にも別の調味料も準備したので味変しながら美味しくいただきます。サバをさばくほら一気に抜いた食べやすい大きさに切ります。2等分ぐらいかな。よいしょ。塩麹入れて、ネギ、生姜、ニンニクミックス。これすごい便利。混ぜ合わせたら30分ぐらい置いておきます。袋に片栗粉を入れまして、サバをつけていきます。揚げていきます。めっちゃいい匂いするよ塩麹は焦げやすいんで、こまめにひっくり返しながら揚げますね。よし、オッケー。できました。サバの塩麹揚げ
完成です。竜田揚げ風にカリッとサクッと仕上げてみました。ニンニクと生姜が効いてすごくいい香りしてます。ナス4等分にして切れ目を入れておく。生姜多めの油を熱して入れていきます。そしたら揚げ焼きしたナスの中にお水を入れてだしパック入れます。お砂糖、醤油、みりんを加えてナスが柔らかくなるまで煮ます。このだしパックも取って冷ましておきますね。冷めてる間に味がナスに染み込みます。お皿にナスを盛り付けてお出汁をかけたらネギ、鰹節、生姜をのせてできました。ナスの煮浸し完成です。秋ナスは本当に美味しいですからね。私も普段からよく作る大好きな一品です。しっかり味が染み込んだところをいただきます。無洗米、お水を入れて米に水を吸わせますね。はい、秋といえばの食材、栗です。サイズは S サイズ。小ぶりなものを買ってきました。柔らかくするためにぬるま湯に30分ぐらいつけておきます。これで皮を剥きやすくします。しっかり水に浸かったらお尻のところカットして剥いていきます。鬼皮っていうのかな、表面の硬い皮。そしたら渋皮剥いていく。水にさらしておきますね。小さじ1杯ほどの塩を加えて混ぜます。栗を入れるそしたら普通に炊飯していきますね。よし、炊けたようです。開けようオープンわすごいぎっしり。お茶碗についでいきますね。よし、こんな感じでいいかな。できました。栗ご飯完成です。いやー、栗剥くの大変でした。それでも栗がホックホクに炊けたので食べる前から大満足です。この時期だけのお楽しみ、旬のご飯楽しみです。よし、並べていきますか。ご飯、お味噌汁、ナスの煮浸し、サバの塩麹揚げ。どここれあるよ。これがまだあるんだよ置くとこないよ。こっち。はい、すっごいお刺身御膳、乗り切らないぐらい作っちゃいました。はい、完成しました。おお、豪華、美味しそう。お腹空いて待ちきれないので早速いただきます。お醤油にわさびを溶いて、わー、これが楽しみだったんだ。いただきます。うますぎる。カンパチ、やっぱりね、歯切れのいいお刺身ですね。サクサクっというような感じ。うまい。これは毎年食べたい。カマスもいっちゃおう。同じようにわさび醤油で。柔らかいです。美味しい。油が程よくていいですね。炙ったことによって香ばしさも感じます。これ練りごま、わさびだし醤油の中に入れましてまとわりつかせてですね、いただきます。絶対やるべきです。あ、わさびも効いててめっちゃ美味しいじゃん。これ止まらないよ。ネギのシャキシャキ感もすごくいいです。はい、タレを食べきったら今度はポン酢です。下仁田ネギ、七味唐辛子、吉田屋の七味です。絶対美味しいよね。カマスにつけて食べますよあ、ポン酢ですね。やっぱりなんだよ、カマスも最高じゃん。ピリッと辛くていい。ネギのね、香りもしますね。めっちゃ美味しいじゃない。栗ご飯いきます。
秋が来た栗ホックホクです。頑張って剥いてよかった。美味しい。めっちゃうまいやん。ほんのり塩味を効かせたので栗の甘さが引き立ってますね。うまっ。サバの塩麹揚げ。サクッとした。美味しい。サイズもそこまで大きくなかったし、種類もごまサバなのでどう食べようかなって思ってたんですけど、これありです。めっちゃ美味しい。塩麹のみの味付けで正解。ちょっと身もふわっと柔らかくなってますね。ほんのり甘じょっぱくってサバの香りもしっかりしてめちゃくちゃ美味しいです。お酒のおつまみにもぴったり。忘れてたごめんなさい。乾杯忘れてましたねお腹空きすぎてて先行っちゃいました。申し訳ない。福和倉純米吟醸、あずきバーや肉まんあんまんで有名な井村屋さんで作られている日本酒です。すっごいいい香りした。もうこれ開けた瞬間にめちゃくちゃ甘くていい香り。日本酒大好きですからね。多岐にあるビソンで購入することができます。お待たせしましたそれでは乾杯。めっちゃ美味しいです。なんかピリッとする感じがある。すごい香りがもうアロマみたいにいい。甘い香り。なんかね、お花の香りにも近いかな。美味しいめちゃくちゃ好みの味です。これぜひ皆さんも買ってみてくださいね。食事の続き唐揚げもちょっと味変しましょう。マヨネーズのバーベキューソース味、ちょっと禁断のという感じですが。マヨネーズスモーキーですね。なんか燻製風味っていうか美味しい。香りとあと酸味が加わってまた違った良さがあります。美味しい。なんかウインナーとかにつけても美味しいだろうな。フライドポテトとかね、絶対合うな。いけますね。ナスだし、よく使ってるとこ食べよ。美味しい。優しい味。ほっとする。お出汁の味って。冷めても美味しいからね、最高ですこれ。ちゃんと時間を置いたからナスがしっかり出汁を吸ってますね。薬味と一緒に食べるとさらに味わいアップですすごい、もう全部おいちぬこ。はい、ごちそうさまでした。いやー、本当に美味しかった。めっちゃ幸せでした。今回は秋のいかだでルアーフィッシングを中心とした青物釣りをお届けしました。回遊魚なのでうまく群れがやってくるとジグにたくさんのヒットがあるのが楽しかったです。青物はこれからどんどん大きくなるシーズンなので、今年もおかっぱりからブリを狙ったりしたいなと考えています。三重県の海は黒潮の大蛇行が終わりを迎えて、少しずつ海の状況も変わってきたような気がします。もしかしたらこの秋から冬にかけて今まで釣れなかったような魚が狙えるかもしれないですよね。なので新しい魚を求めていろんな場所に調査に行って動画にしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ
登録よろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。